はい、皆さん、こんにちは。もぐかの新本慎です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、視聴者さんの書いてほしいキャラ、書けるだけ書いてみようという企画やっていきたいと思います。めっちゃいい企画じゃん。そうだね。先日私、インスタグラムで、新本に書いてほしいキャラクターを教えてくださいと。みんなに、1日だけストーリーでアンケートを取りました。そして、S 君がそれを集計してくれてますので。いやー、めちゃくちゃ時間かかった俺。それを頭怒りかけたもん。そのランキングの結果を聞きながら、みんなが私にだからどんなキャラを書いてほしいのかなっていうのを聞きながら、今回はこのデジタルなんだけど、一応 A4 の紙に埋めれるだけちょっとそのキャラを書いて埋めていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。書いていきたいと思うし、もうなんかなんだったら、ちょっと私どういう風に書くか考えてないから、もう手前にまずでっかく、その書いてほしいキャラを書いて、ちょっと埋めていくでかめで。で、徐々に後ろの方に、じゃあランキング、後ろを書いていきたいから、もうほんと1位から発表してもらっていいですか？わかりました。じゃあ、第1位。はい。なんと、ブルーロックのキャラクターです。ブルーロックのキャラ？まあでもブルーロック人気だもんな。いとしりんくんが1位でした。りんくんが1位？いとしりんくんを書いてくださいっていうのが一番。なるほど、じゃありんくんか。一番真ん中に書くわ、りんくんを。まあでも11人書けば、サッカーのワンチームいけるからね。まあね。それこそだから、りんくん率いるワンチームが完成する謎のチームが。でもりんくんいいキャラだもんな。今回も改めてさ、漫画では読んでたけど、アニメ見てさ、S 君と一緒に。だからやっぱキャラがいいよね。もう俺様を極めてるもんね。シモ先生が好きなキャラ。俺様も好きなのよ。俺様も好きなのよ。俺様好きだし。やっぱそこだけはね、私の中でもやっぱ過去にさ、推しとして殿堂入りしちゃってるキャラがいるからさ、そこ以上のキャラがいなくてさ、もうだから類人になってきちゃうんだよね、自分の中で。サスケとかもみんなそうだから。類人なんていうか。まあ、でも性格は確かにちょっと似てるよね。サスケ好きだったからなナルトのね。でもナルトね、さすがにいなかったな。なんかさ、イタチ、一人いたよね。一人さ、現代風の、一人さ、現代風のイタチ書いてください。現代風のイタチ書いてくださいって。現代風のイタチって何だろう？二人で現代風のイタチって何だろうっていう。ちょっと難しいなと思って。おもろかった、でも現代風のイタチって発想。あとね、おもろかったのがね、なんかね、ちいかわメインキャラ全部書いてくださいとかもあった。それやりたかったよ。一人だけいた。一人かじゃあ採用されてないんだ。それは私普通にちいかわ書きたいよ。そう。しかもちいかわメインキャラ全部だからね。いや、いいよ。私ちいかわなら。ちいかわなら全員書くよ。オッケー。はい、じゃあ次、2人目、第2位のキャラ。第2位は、なんと、爆豪くんです。かっちゃん？はい。かっちゃんね。オッケー。まあ、そうか。かっちゃん。ヒロアカね。書いたことないかも。ここら辺に書く。でもさ、現状さ、このさ、今チームさ、もうすごいなんか荒れそうなチームできてるよね。いや、もう無理だろ。絶対にりんくんとかっちゃんは合わないよね。混ぜちゃいけんだろ。俺だみたいなのが揃ってるよ、もう。そうだな。無理だな。もう、現状フォワード2人みたいなイメージ。終わってるな。現状フォワード2人みたいな。でも、かっちゃんの目いいね、この目。すごい好きだ。私の作品にないキャラだけど。ちょっと尖ってる感じ。こういうキャラの目すごい好きなんだよね。よし、いった。こんな感じで。や。ちょっと初めて書いたわ。いやー、もう今このチームやばいな、本当に。いや、このチーム、この2人は混ぜるのは危険だと思うよ。絶対やばいと思うよ。第3位のキャラクターは、なんとまた、ヒロアカからなんですけども。ヒロアカまたトドロキくんです。トドロキくんね。どっちにしろ混ぜる危険が増えるんで。いや、でもまあ、トドロキくんがいてくれるおかげで、ちょっと場がね。了解した。じゃあ、トドロキくんはこっちサイドに書こう。トドロキくんって、もしいた場合、どこの、あれなんだろう、ポジショニングなんだろうな。サッカーで考えてんの？いや、もう俺は今これもいとしりんのサッカーチームとして考えてるから。違う考え方してるよ。サッカーで考えてる。じゃあ、いや、もうだから、ここフォワード2人。まだだって、全員フォワードだよ、こんなの。こんなの全員ストライカーのポジションのキャラや。トドロキくんもフォワードか？いや、トドロキくんも点取りに行くに決まっとるやん。しかも学校一のやろ、絶対に。いや、マジか。トドロキくんもだって、リンクのポジションやん、トドロキくんってヒロアカで言うとこの。いや、マジこれいけるか？ワンチームなるかな、サッカーで。やっぱキーパーポジションとかさ、
怪しいよ、これ。あとは個人的には、ちょっと今男子強いから、女子。マネージャーでいいからポジション。女子もマネージャーポジション欲しい。うん、ちょっとこれじゃあ花がなさすぎるよね。でもね、イケメンたちだけども、みたいな。でもね、やっぱりシモツ先生の、やっぱ読者とかファンじゃん。だからやっぱイケメン男性多いよね。多いんだよね。それはそうだよね。結構女子結構少ないから。はいはいはい。マネージャーポジションが来れば奇跡よ。なるほどね。女子来たらむしろ奇跡。女子来たらむしろ奇跡よ。祭り上げようとしたらもうその子みんなでありがとうっていう感じで。でも強いて言うとヒーローにもさ、なれそうだけど、なんか悪の集団にもなれそうなメンツやな。確かに。なんかさ、両親、確かに。本当のいいやつがまだいないっつうか。確かにな、確かにどっちでもつけるレベルのやつしかいないわ、今んとこ。なんかどっちにもなりそうなキャラじゃない？敵キャラにもなりそうだし。確かに。なんか味方にもなりそうな。まあだから明らかに究極な主人公みたいなキャラも出てこないもんね。そう、やっぱ主人公がいないよ、主人公が。なんか、それこそね、ルフィとか炭治郎みたいなさ。みたいなね。そう。あれがいないもんね。ナルトとかさ。そうそう。なんかさ、自分がピンチの時にさ、なんか一目散に駆けつけてくれそうなやつが今不足してる気がする。確かに。下先生の作品が好きな人たちがやっぱ多いじゃん。やっぱそういう人たちってやっぱさ、あえて主人公を押さないみたいな人たちが多いかもしれない。多いかもしれない。私はだってそうだもん。そうでしょ。私もそうだから、やっぱみんな私のファンの人たちじゃん。同じだよね、思考は。わかるよ、その気持ちすごく。あえての。私もあえての主人公にはいかない。主人公を押さないみたいな。わかる。いつも脇役に目がいっちゃう。ちょっとやっぱそういうポジションのキャラ多いやん。今んとこね。OK です。はい。次は、配給から。おお、またジャンプだ、OK。なんと、ケンマくんであります。あ、ケンマくんね。ケンマくん私もう何度も書いてるからな。そうね。やっぱね、なんだろう、ジャンプ系がやっぱ独占しとるよね。そして、またやっぱり主人公ではない、この。ていうかもうさ、なんか、ちょっとこうなんかその。ちょっとね、想像ついちゃった。全員がこの表情してて、カッチャがブチ切れてる。今んとこ全員他カッチャ以外が同じ表情してるよ。確かに、ちょっとやる気ない感じのな。そうね。まあ、ここにじゃあケンマを書いて、この人ここに書くから、そういう感じでいこうかな。元は視聴者の好きなキャラ書くだったら、俺はなんかさ、謎のチームを今完成させようとしてるよね。そうだな。いや、でも、あるよ、このチーム。まあ、今んとこいけてる。ドリームチームじゃないマジで、本当に。かなりのドリームチーム完成してるよ。少なかったやつで、それこそスラムダンクのルカとかね。書きたくないんだよね、私。推しすぎて書けないから。それこそ、ダンダダンの、オカルンとか。オカルン入ってきたら確かに主人公だな、それが。しかも、なんか、オカルンって人もいれば、ターボババアとくっついたやつバージョン書いてくださいみたいな。そしたらもう、こっちの仲間入りするな。とか、あったよ。それこそ、しかも、テニスの王子様の、それこそ一前龍馬とか、それ書きたい。書いてくれとか、龍馬書きたい。めっちゃあったよ。コナンの怪盗キットとかね。それこそ安室さんとか、ルロケンの剣心とか、俺ルロケンの剣心とかめっちゃ書いてほしいと思ったけど。ルロケンの剣心な。でもルロケンの剣心みたいなキャラが今ここに足りない気がする。足りないじゃん。だからなんかいたよ、そういうの。だけど、やっぱりめっちゃ少なかったよ。なるほどね。あとそれこそね、シーモン先生が大好きな銀玉ね。それこそ神楽起きたとかね。書きてー、神楽起きた、書きたい。あの辺のペア書いてくれとか。でも起きたがまたここに来ると、またそのパターンのキャラかとはなるけどね。はい。はい、いいですよ。じゃあ次のキャラクターいきます。5人目だね、5人目。はい。次が、青の箱って今ジャンプで連載してるアニメの箱ね、ジャンプの超人気のやつ。かのちなつ先輩っていうキャラがいるよ。女の子？そう。ついに来たよ、女の子。ついに、女の子や。なんとね、5位にランクインしたいのよね。完全に女の子来てくれたおかげでさ、もう私、マネージャーが取り合いやん、こいつ。でももうダメだよね。それヒロインだもんね。可愛い、めちゃくちゃ。みんなやっぱ最近アニメも始まったし、シモ先生に可愛いから書いてほしいっていうのもあったのかな。書いてみたい、これは嬉しい。女子が入ってしまった。いや、いいよ。いいけど、こいつらって言っちゃダメだけど、この人たちのせいでさ、なんかめちゃくちゃ戦闘要員みたいになっちゃってる。なんかゴレンジャーのさ、ピンクの部分。大丈夫。ほら、バスケ部だから。いや、戦える大丈夫。戦闘要員できるバスケ部だから。
楽しくいなかったけど、まあいいでしょう。なんかちょっと華やかになった。華やかになったな、女子が入ってな。オッケーオッケー。じゃあ次は、配給のキャラでまた、及川さんです。配給のキャラ、及川さんね。及川徹。及川さん知ってるよ、わかるわかる。及川さん知ってる。確かにでも、新本先生に書いてほしいっていう枠であって、イケメンで、新本先生の視聴者が好きそうなキャラ、及川さんって言われた時に、わかる、でも。俺ピンときたいの。でもね、私も及川さんはやっぱ好きやね。キャラ的にでしょ。キャラ的にやっぱなんかちょっと王子的なイメージなキャラね。なんかね、余裕しゃくしゃくで人をちょっと小馬鹿にしたキャラ。そういうの好きなんよ、本当に。だからちょっとさ、そういう人がね、くじける瞬間が好き。私も性格悪いけど、なんかね、そういう余裕しゃくしゃくで今まで負け知らずみたいな雰囲気でやってきた人が、なんか初めて挫折を味わうようなシーンとかが好きで、逆にこっち系のやつらは、本当に頑張ってるよ、いつも。確かに頑張ってる。だからもうね、好きすぎて、こう自分のサッカーとか、そのことしか考えてないじゃん、打ち込みすぎて。それとは違うんだよね。ちょっと別のこととかも考える余裕があるんだよね。いいね。想像以上にいいね、いいね。チャラくなっちゃったね。オッケー。次。はいはい。次は、逃げ上手の若君からの、若ね。オッケーオッケーオッケー。若ですね。オッケー。ここに来ていいやん、少年来たやん。ここに来て若。一番いいキャラ来たやん、性格が。もう、ジャンプしかいねえよ。まあ、ブルーロックはあれだけど、もう少年ジャンプの詰め合わせみたいになってるやん。そうだな。なんかほら、私の大人のその地上だけどさ、講談社なんよ。あと全部集英社なの。だから、集英社に迫られる講談社みたいな今図になってて、私は同じ漫画協会の人間としてね、講談社頑張れみたいになって講談社でほら書かせてもらったこともあるからね。はい。新本先生がね。仲良し講談社だからさ、よし、こんな感じでいいかな。うまっ！オッケー！うまいよ！両親や、この中で。まあ先輩もいるけどさ、この仏頂面の中で、仏頂面の中でようやく笑顔が増えてきて。一番でもやっぱ年下だしね。じゃあ次、いきます。次は、なんと、次8かな。ランマ2分の1から。作品。来ました小学館です、小学館。皆さん。小学館大好きね。小学館ですよ、サンデーです。これね、なんかね、何でもいいって書かれてた。誰でもいいの？新本先生が、なんかランマの中で書きたいものを書いてほしいっていうのが一番多かったよ。じゃあもう決まってます。この間実は私ショートで、ランマは書いてる男バージョン、女バージョン、ランマはね。私ね、シャンプーが書きたい。やっぱもうシャンプーほど可愛い女子キャラはいないってレベルで、シャンプーはこの世の可愛いを詰め込んだ女子キャラだから。そうですね、ランマ超好きだからね。しかもやっぱ中華女子なんよ、もう。確かに。最高なんだよ、シャンプーの可愛さ。かわいい、やっぱり。うまっ！いいじゃん。いいでしょ？かわいいわ。次。楽しかった。次は、薬屋の独り言から、人気作品や。ジンシとバオバオ。2人が、なるほど、2人セットですね。2人セットで書いてほしい。2人セットがでも分かる。やっぱ多いんだよ。これは2人セアのペアで人気ないよ。めちゃくちゃ。特にやっぱね、少女漫画好きな人は本当好きだと思う。そういうペア的なやつね。まあカップリングとして。OK です。これはね、2人書かなきゃいけないね。圧倒的に多かった。OK。この2人組のペアで書いてくれっていうのがめちゃめちゃ多かった。了解しました。でもまあこれも中華っぽい感じなキャラだし、楽しいでしょう。私はロン毛イケメンが好きだから。いいね、その白黒。いや、白黒が好き、やっぱ私、もう。あえてね、やっぱ漫画家だからさ、あえて白黒だけどさ、俺その白黒の方がいいや。私も白黒の方がいい。なんかかっこいい。
てかもう、だから白黒がいい、白黒で表す世界が個人的にやっぱ好きだから漫画やってるし。やっぱね、漫画家あるあるかもね、これね。でもやっぱ最近フルカラーの漫画も増えてるからさ、携帯で読む時代だから別に白黒である必要もないじゃん。で、みんなが読みやすいのはカラーだっての分かるは分かるよ。だから悲しい私はちょっとね、その辺は。やっぱ、白黒世代で生きてきたものとして。そう。人種をイケメンにかけるからって。みんな人種のイケメンが多分見たいよ。人種かっけえもん。イケメンだからね、めっちゃイケメンだよ。ただこのイケメンを私がうまくつけるので、このヘアのイケメンを。もうこのね、この完全なる前髪がないやつね。そうなのよ。でこヒロヒロの。そうなのよ。はい、いけました。2人だからちょっとだけど、やばい、結構イケメンになったんじゃない？うまいよ、うまい。いや、やっぱちょっと中華風のキャラね、楽しい。ここに来てシャンプー着て、これワンワン人生中華風が来て、和歌いてね。和歌は中華じゃない、和歌は和風だから。でも楽しいな、ちょっと。OK です。次。はい。次は、もうこっからね、本当にね、表がすごい。ほぼ同列。OK。文豪ストレイドッグスの太宰治。そう、今、S にこの中のもうほぼ同率だからどれから行くって言われて、聞きました、そう。太宰治を書きたいということで、文豪のキャラを、今まで文ストレだからキャラ、今までコメント欄でいっぱいもらってた書いてほしいって。ただ書いてないよ、私多分 YouTube で。多分一度も。確かに。書きたかったから、で、今回票が一番入ってたのが太宰治だったので、太宰治を書きたいと思います。オーケー。おい、いいじゃん。だいぶ待ってきたね。いいね、もうほんとあと少しだ、スペース。じゃあ次、自爆少年花子くんの。来たー、もうね。花子くん。これもめちゃくちゃみんなから、もう一時めっちゃコメントもらってたの。これもだからもうほんと同率で、下先生が書きたいキャラでした。そう、どこかでもう書きたいと思ってたので、花子くん行きたいと思います。これもね、結構ね、いたね、だから。問題は花子くんは、私ね、似せる自信がないよ。キャラに癖があるっていうか、私がうまく花子くんを似せれて描けれるだろうかっていう心配があって。まあでも和歌かけてるから大丈夫じゃない？和歌はまだなんか自分の中にあったよ。引き出しが。和歌の引き出しがあった。あった。いいね。しかもほっぺにこの風がいいね。なんかついてるよね。このもう大好きだね。このさ、しも先生がさ、中学生時代とかだったらもう激ハマってたでしょ。激ハマってた。毎日模写してたから。間違いない。花子くんの模写を毎日してたに決まってるよ。だってなんか中学時代の絵見るとさ、この花子くんみたいな、なんか絵だもんね、全部。憧れてもうさ、毎日模写して過ごしてたと思う。で自分なりになんかそれっぽいキャラ作っちゃって。そう。明らかにパクったような設定のキャラ作って、連載してたよ、きっとノートに漫画を。はい。花子くん書けました。おー、いいじゃん。ほとんど隙間なくなってきたよ。いいや。次。はい。有馬かな、推しの子。かなちゃんね。オーケーです。かなちゃん行こう。かなちゃん書きやすそうだな、個人的には。個人的に書いたことないでしょ。ない。アクアとルビーと愛ちゃんはあるけど、かなちゃんないと思う。しも先生のね、一押し有馬かなだからね。そう。シンプルにね。そう、推しの子では有馬かな推しです。なんかね、かなちゃんはさ、応援したくなっちゃうよ、性格が。でもこれ多分下津先生のキャラクターとか好きな人は、案外有馬かな好きな人多いかもしれないね。そうだよ。だって有馬かなが多かったの一番。やっぱはい、書けました。いいじゃん。じゃあ次。はい。次はラストかな。もうここに一人書いておしまいだと思う。次は最後。はい。なんと進撃の巨人からリヴァイ兵長であります。巨人じゃなくてよかった。もうここに最後大型巨人書いちゃったら全てがもう無に返されるとか。さすがにさ、巨人はいねえだろ。ここまで来てさ、巨人を書いてくれないかない。怖ない。ここに大型の巨人覗いてたら兵長ね。さすがにそれはないだろ。ちっちゃやっぱ立体起動装置でさ飛んでる欲しくね兵長にはさ。オッケーということで兵長飛んでるやん。最後にすごく人いい。めっちゃ拡大しないと分かんない。これ嫌そうな顔ね。ということでこんな感じでページいっぱい書いてみました。すごいね。いいね。
ね、しかもなんかさ、やっぱちょっとここに欲しかったね、ちっちゃい。だから言ったじゃん、ちいかわここにちょっと書きたかったって最後でも S 君ほらそんな表入ってないのに。ちいかわ1しかいない。書くわけにはいかないっていうから。あ、分かった。じゃあちょっといい？最後に1個だけ付けさせて。やっぱ分かったよ。ここに、オッケー、メタ。ああ、これちょうどいい。これでメタ、よし。ということで、みんなの、私にリクエストもらったキャラを、がっつりいけるとこまで書いてみました。すごい。いや、その後、すごく壮観だね。やっぱね、シーモン先生が書くから、この白黒っていうのがいいね、またね。まあいいね、楽しかったね、すごく。S 君的にはちなみにちょっとどのキャラが個人にハマった一番。でも、言うたら、やっぱケンマが一番シモスで好きだ。あ、そう、一番。かっこいい。来てるピスト。ちなみに、私は全部楽しかったけど、本当に一番書きやすいなって思ったのは、轟くんです。轟くはもはやノールック、ほぼノールックでいって、もう途中まで S 君みたいなキャラ書いて。ここにこのあれがなければね。そう、髪と衣が絵だから、轟くんは自分の中では一番書きやすいデザインしてるんだなっていうのが分かりました。これは素晴らしいよ。楽しかったです。あとなんか盛り上がったのはシャンプーかな。シモン先生好きだしね。楽しかった。ということで、また機会があったら皆さんに書いてほしい機会が聞きたいと思いますので、その時はよかったらコメントで教えてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のシモンとシンと。バイバーイ。